こんにちは、おりんです。今日はですね、ダイソーさんの雑貨ヤーンという糸を使いまして、バッグを編んでいきたいと思います。7号4ミリで編んでいきたいと思います。はい、それでは作り目ですね。早速50目の作り目を編んでいきます。はい、それでは50目編めましたんで、鎖1回で立ち上がりまして、まずは糸をかけての引き抜き編みを編んでいきます。鎖の裏山ですね、2個目から編んでいきます。鎖は、作り目を含めて51目編んでますので、裏山2番目からずっと裏山を拾って糸をかけて引き抜き編みをしていきます。はい。では続けていきます。それでは糸をかけての引き抜き編みを50目編めましたので、鎖2回で立ち上がりまして、中長編みを奥の半目に編んでいきます。2番目の目から編んでいってます。一般的な編み方ですね。奥の半目に中長編み編みます。これが目なんですけども、この奥の1本ですね、こちらだけに入れて中長編み編みます。これを合計で49目編みます。立ち上がり分を含めて50目になります。はい、それでは編めましたんで、鎖1回して編み地をひっくり返しまして、糸をかけての引き抜き編みをまた奥の半目を取りまして50目編んでいきます。これが目なんですけども、この奥の1本を取って糸をかけて引き抜き編み、はい、こんな感じで糸をかけての引き抜き編みを編んでいきます。はい、50回ですね、編んでいきます。はい、それでは50目編めました。で、また鎖2回で立ち上がって、奥の半目に中長編みを編んでいくんですけども、根元の目は編まずに2番目の目からですね、編んでいって、中長編みは49目編みます。立ち上がり鎖2を、中長編み1目と計算して、合計50目になるように編んでいます。では編んでいきます。はい、編めました。鎖1回で立ち上がって、先ほどと同様に糸をかけての引き抜き編みを奥の半目に行います。50目で増減なしで編むのがこの段までですね、4段分編めます。はい、では編めましたんで、また鎖に2目で立ち上がって、まず中長編みをですね、2番目の目から47目編みます。最後の2目を残して中長編みを奥の半目に編み入れていきます。はい、では編めました。それでは2目余っていると思うんですが、この2目は、どちらも増し目を行います。1つの目に2目中長編みを編み入れていきます。はい、でこの2目に合計4目編み入れることになります。同じように奥の半目に、中長編みを2回ずつ編んでいってください。はい。では編めましたんで、こんな感じで、合計52目になりましたんで、これを、中長編みが来るたんびに、どんどん増やしていくっていう感じで、こんな風に、斜めになっていきますので、こう中長編みの段だけ最後の2目を増し目にしていきます。で、糸をかけての引き抜き編みの分は、増減なしで編んでいって、合計6セット斜面を作って編んでいきたいと思います。はい、それではこんな感じで、中長編み6回6段分をですね、2目ずつ増やしていって合計62目になりました。はい。ではここで鎖を38目編みたいと思います。
はい、それでは38目編めましたので、鎖1回で立ち上がって、ねじれないように奥の半面に入れていきますので、鎖をこうねじれないように注意して、この上の半目ですね、上側の半面に入れていきます。はい、この1本に通して糸をかけての引き抜き編みを38回ですね、とりあえず編みます。合計で100目になっておりますので、まずは鎖を拾うのが38目ですね。拾っていきます。この奥の半目です。拾って、はい、こんな感じでいつも通り奥の半目に糸をかけての引き抜き編みを編みます。はい、では根元っていうか中長編みの部分まで戻ってきましたので、いつも通り増減なしで中長編みの部分も糸をかけての引き抜き編みを奥の半目に行っていきます。ちょっとボコッと立体的になるようにこんな感じで編んでおります。はい、はい、それではこのまま下まで編んでいって、中長編みと糸をかけての引き抜き編みをこんな感じで3回ですね、あと3回繰り返しまして、持ち手にしていきます。で今こう7段編んで8段目ですね、こう編んでいってですね、8段目中長編みを58目まで普通に編みまして、59、60、61、62目の部分で、それぞれ2目一度行っていくんですけども、まずは中長編み58目ですね。で次が59、60で2目一度行います。糸をかけまして、中長編みを途中まで編んで、でそのまま横の目にも通して糸を持ってきて、フックに4本かかっている状態でいっぺんに通します。はい、もう一度ですね、61目と62目糸をかけて持ってきて、またそのまま横に入れて持ってきて4本を一度に通します。これで2目減りましたんで、鎖1回して、糸をかけての引き抜き編みで戻っていって、次の段も最後の4目で2目一度していくっていう感じで、合計50目になるまで、中長編みの段で減らしていきます。はい。糸をかけての引き抜き編みの段は増減なしでどんどん編んでいくっていう感じになります。最後の50目になりましたら4段は増減なしで編むっていう感じになりますんで、このまま編んでいきます。はい。それでは6セット編めましたので、50目ですね。ここから50目のまま、あと4段ですかね。編みます。50目になったら増減なしです。はい、こんな感じで普通に編みます。端っこまで。1目につき1目ですね。この次が最後の目になりますんで、これで50目になりました。そしたらまた鎖1回で立ち上がって編み地をひっくり返して、糸をかけての引き抜き編みを50目行っていきます。で、また中長編みを50目編んで、糸をかけての引き抜き編みを50目編んでという感じになります。では50目増減なしで編んでいきます。それでは編めました。はい。で次はこの斜面縁編みを、ここの斜面と持ち手の部分と上とまた持ち手の部分とこの斜面を縁編みしていきます。はい。では鎖1回しまして、この斜面の部分にですね、細編みを23目行います。細編みでも引き抜き編みでもお好みの編み方でいいと思います。で、この中長編みに2目、引き抜き編みに1目っていう感じで、合計3目ぐらい編んでいこうと思います。はい。この上の部分、柱の部分をですね、割って入れて
細編みを編みます。はい。この柱の部分ね、細編み入れていきます。ここだけ2目取りましたね。あとは、3目取っていく感じになります。ちょっと割って、入りにくい部分もあるんですけども、結構無理に入れてます。ここはスペースが空いてますね。で、1目目はですね、なんかこの辺123、123っていう感じでリズムを多分大体つかめてくると思うので、細編み、細編み、細編みって感じで、斜面をまずは上がっていきます。編み加減もありますので、23目前後ぐらいで編んでいってもらえればと思います。はい、それでは私は23目編みました。はい。で、ここからはこの持ち手の部分の目を拾えますので、目を拾って引き抜き編みを行います。なんかこの辺この V になっているこの目を引き抜き編み。普通の引き抜き編みですね。で、ちょっと縁取って綺麗にしていこうと思います。こっち側は綺麗なんですけども、作り目の方がちょっと綺麗にしたいので、こんな感じで上がっていきます。はい、端まで編みます。では編めましたので、この頂点ですね。てっぺんのところに、これ最後の目です。はい。で、角は鎖1回か2回してもらってもいいと思うんですけど、1しました。で、ここ10目拾ったんですけども、9目ぐらいでもいいかなと思います。お好みで書いてみてください。ここは私細編みにしてますが、お好みの編み方にしていただいたらいいかなと思います。はい。ちょくちょくマーカーつけてますけど、あんまり関係なかったかもしれません。はい。細編み。中長編みに2目、糸をかけての引き抜き編みに1目っていう感じで入れてます。はい。この縁編みはしてもしなくてもいいと思うんですけど、した方が綺麗かなって思いました。はい。で、最後、この作り目のところに無理やりぐりぐり入れてますけどもいらないかもしれないです。いらない方が綺麗かもしれないですね。で、鎖1回して、次は持ち手の引き抜き編みの部分になります。こちらは作り目になってますんで、編んだ時、半目、鎖の半目を取ってるんで、裏山と手前の半目の部分を拾っていくイメージで引き抜き編みを行います。はい。この辺入れてます。はい。こんな感じで。で、斜面の根元の部分に到達するまで引き抜き編みを行っていきます。ここが中長編みの柱ですね。はい。では、柱の手前まで引き抜き編みを編みましたので、この辺から細編みを編み入れていきます。先ほど23目編みましたので、こっちも同じように23目拾いたいと思います。先ほどと同様に、3目ずつ入れていきます。中長編みの部分に、2目、引き抜き編みの部分、糸をかけての引き抜き編みの部分に1目っていう感じになります。親指のネイルは娘のネイル練習に付き合っているものとなっております。大根おろしをした時に爪が欠けたので、
それを隠している側面もちょっとあります。このまま細編みをどんどん編んでいきます。はい、それでは斜面も編めましたので、これであと1名ですか。あと1名ですね。この辺を拾うと綺麗になるかなと思います。はい、細編み1で編み終わりました。で、後ほどこの側面って言いますかの部分を縫い合わせますので、こちらの3倍ぐらいの長さを残して糸をカットしておきます。新しく糸をつけても大丈夫ですが、この方が楽にできますんで、はい、こんな感じでスッと抜いてキュッとして、で同じものを2枚用意します。はい、ではまず持ち手となるここの部分の頂点を合わせていくんですけども、ちょっと糸が短すぎました。これで縫い合わせていきます。お好みの方法で縫い合わせてください。なんかね、目立ちにくい方法とか多分いっぱいこう探すとあると思うんですけども、私はまあこんな感じで縫い合わせていきますんで、ご参考にしてください。ちょっと見切れそうですけど、はい。はい、こんな感じでこの動画編集してる時に、親指だけ塗っているネイルの私の手を見て娘がですね、マジでと言ってました。はい。ようそんな指で動画撮るなと。すいません。関西人です。関西人なので、はい、すいません。こんな感じでですね、はい。こう、この字とじみたいな感じですかね。にすると、なんかこう、通ってるのか通ってないのか分かりにくいみたいな。そんな感じで仕上がるので、こんな感じで塗ってます。はい、スタートの時のですね、親指と、この親指の色違うんですけど、もうとにかくこう、ネイルを塗りたい病みたいな感じで、多分この辺までしっかり見てくださってる視聴者さんはあんま少ないかなと思うのでちょっと余計なこと喋りました。それでは最後まで縫えましたので、この辺の頭を通して、なんていうんですかね、分かりにくいようにつながってるんですけどつながってるのが分かりにくいようにこう元のところに戻していって目があるようにしたいんですけども、なんか私このやってる時にここに強化するためにここに通しちゃったんで、あんまり意味ないかもしれないですまあまあ、お好みの方法でつなげてみてください。もっとね綺麗に多分つなげられる海外の方とかの動画いっぱいあると思うそういうのを見せろっていうね。まあまあ、はい、つながりました。それでは次は側面を縫っていくんですけども、はい、表から縫い合わせていきます。このちょっとボコッと立体感のある方が表になるんですけども、残ってる糸がこう右側ですね。ちょっとダイジェストになったんですけども、こんな感じで、奥は、1本、手前は、目の感じのここを2本通してます。で奥は奥の1本
ね。こんな感じで通して縫い合わせてるんですけども、お好みの方法で縫い合わせて縫ったり、あと引き抜き編みでつなげたり、いろんな方法があると思うんで、縫い合わせて閉じていってください。はい。でこっちも両方縫い合わせます。こっちのボコボコした方が表で、こっちが裏になります。はい。では縫い合わせできましたんで、合わせたところを中央になるように置きます。これがカバンの全貌になります。ではそこをつなげていきます。ここもお好みの方法でつなげていただいたらいいんですけども、私はなんかちょっとよくわからない、表から細編みでつなげましたなんかちょっと目立つ編み方しちゃったんです。なんでかなわかんないですけど、でもまあそこなんでね、好きなように閉じてもらえばいいかなと思います。細編みで閉じました。はい。何目つけたか、37目拾ったみたいなんですけども、まあ前後37前後ぐらいで閉じていってもらえばいいかなと思います。でこれ表からつけてますけども、裏返して裏からつなげた方がもしかしたら綺麗だと思うんではい。こんな感じで縫えました。あとはもう糸をカットして糸始末をして本体底の部分は終了になります。はい、ちょっと通しています。強化していますね。これはお好みで、はい、ってください。で、中に、糸を始末しますね。で、持ち手なんですけども、このままでもいいんですけど、ちょっと上の部分だけ縫い合わせて使いたいなと思ったので、縫い合わせようと思います。適当な長さで縫い合わせたらいいと思うんですけど、私は11センチぐらい合わせたようです。この辺かなっていうので印つけて、で曲げて、で同じようなところにマーカーつけて、この辺まで縫い合わせるっていう感じでちょっと長めに糸を切りまして、とじ針で縫います。はい。こうですね。はい。で、後で糸始末をするんですけども、ちょっと見切れました。はい。もうこれもお好みなので、私はこの目と目を4目じゃない、4本ずつつなげてますね。はい。こんな感じで。そのままにしてても使えるんですけども、なんとなくこれのが綺麗かなとか思いまして、持ち手全体を縫い合わせてもいいかなと思いますが、で閉じて糸始末をして完成になります。はい、出来上がりました。サイズはこんな感じです。巾着を入れて使ってみました。いい感じです。はい、全体としてはこんな感じになりました。よかったら編んでみてください。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方をポチッと押していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではおりんでした。さようなら。